さんこんにちは、不動健人です。チャージアックス使っておりますかというわけで、チャージアックスね、僕はね、実はそんなに得意な武器じゃないんですけども、ただ、チャージアックス、アックスホッパーを使うと、初心者でも簡単に、しかもめちゃめちゃ楽しく扱うことができるので、その紹介をね、したいと思って、この動画を作成しましたというわけで、実際にアックスホッパーを使っていくですけども、まずちょっとだけね、アックスホッパーを使うと、どのように初心者に使いやすいのかっていうのと、で、アックスホッパーを使う上での注意点っていうのをね、説明してから、実践の方にね、移りたいなと思います。ではね、まずちょっとね、アックスホッパーのね、使い方というか、アックスホッパーのね、説明だけね、していくんですけども、これ、アックスホッパーってね、実はね、入れ替え技3でございまして、カウンターフルチャージとアックスホッパーどっちか選べるよっていうことなんですけども、カウンターフルチャージの方が、簡単にね、ガードできて、相手の攻撃をね、ガードして、で、瓶が5つ全部装填されて、で、派生も多いということで、かなり強いと思われる方も多いと思うんですけど、実際めちゃめちゃ強いんですけど、で、初心者の方にもね、攻撃をガードできて、で、それでしかも瓶が5つ装填されるから、めっちゃ使いやすいんちゃうんって思うかもしれないですけども、その後の超高出力が当たらないんですよ。僕とかね、めちゃめちゃ下手なんで。なんで、カウンターフルチャージで、しっかりと瓶を装填できても、カウンターフルチャージからの超高出力が当たらなかったり、ないしは、高出力が当たらなかったり、あとは派生技に、上手に派生できなかったりと、臨機応変にね、できなかったりするんで、かなりね、扱いはね、割と難しい方なんですけども、アックスホッパー、これはめちゃめちゃ楽になります。ただやっぱり、その相手の好きに打ち込むっていうのが基本になるので、体験とか使ってるともうこっちの方が、よっぽど使いやすいんじゃないかなと思います。強力な属性火曜力を放つことが可能って書いてるんで、すごくね、攻撃的なものかと思いきや、攻撃的なんですけども、非常に扱いやすい、鉄柱主義なので、紹介したいなと思います。で、アックスホッパーのね、軽い説明が終わったので、アックスホッパー使う上でね、一番大切なね、スキルがあるので、それだけ教えておきます。いろいろあるんですけども、これです。砲弾装填レベル2。これがなければアックスホッパー始まらないです。もうちょっとね、見てほしい、情報があるので、戻るんですけども、先ほど、入れ替え技で、見てたと思うんですけどね、アックスホッパー、ゲージ回復度中ということで、そこそこ早いんですけども、チャージアックスのモーションとか、入れると、アックスホッパーの、中、全く気にならないんで、はい、それだけ置いといて、で、砲弾装填レベル2、これね、めちゃめちゃ大切です。カウンターフルチャージで、成功すると5つ瓶が装填されて、瓶ための動作が非常に楽だよっていうのなんですけども、砲弾装填レベル2でも非常に楽に瓶装填ができます。例えばですね、瓶装填ない状態、皆さんね、知ってると思うんですけども、よいしょ。この赤の状態になるまで、剣モードで攻撃して、で、チャージしますよね。なんですけども、このね、砲弾装填レベル2があると、この黄色の状態。はい、黄色の状態でチャージするだけで、5つ瓶が装填されます。ということは、カウンターフルチャージの、5つ瓶が装填されやすさ。カウンターフルチャージの装填されやすさを、なくすんですけども、アックスホッパーで。ただ、ここをスキルで補うよといった形です。そして次に、アックスホッパーの使い方なんですけども、超高出力。今、縦強化してますけども、縦強化中の、高出力って、超高出力に一応できるんですけども、結構操作がややこしいというか、慣れるまで大変で、例えばっていうか、簡単に説明すると、キャラクターの、背中方向に移動スティックを倒しながら超高出力をすると高出力になるんですけども、こんな感じですね。こうですね。こうです。でこれを、この子で、これだと、こっち、左側に倒しながらやるって感じなんですけども、結構難しいんですよね、これが。なんですけども、アックスホッパーは、これ、A ボタンを押すだけです。よいしょ。A ボタンを押すだけで、超高出力が高出力に変わります。で、次。で、これ XA で超高出力になるといった感じです。
で、めちゃめちゃ便利なのが、これ向きがめちゃめちゃ自由なんですよね。360度対応可なんです。例えば、この状態で始めてしまったってなっても、後ろ向いて顔にこんな感じで高出力が当てれたり、でもこっから始めて、綺麗にこんな感じ当てられたりするんで、位置調整、普通のね、こんな感じの超高出力よりかは、位置調整がめちゃめちゃ簡単なので、ぜひともね、アックスホッパーを使って、超高出力をバチバチと打っていくっていうね、チャージアックスの気持ちいいところだけをね、取っていって、戦うということができるので、初心者の方におすすめです。というわけで、主リオレースとね、この超高出力を使ったドンキ使いのチャージアックスで倒していきたいと思います。で、忘れるとこだったんですけども、装備紹介ね、してませんでしたということで、これはね、いろいろあるんですけども、凡人の地域で、適当にやっていこうかなというわけでございます。で、バズルとかね、こんな感じの装備で。で、攻撃変形レベル3、攻撃レベル1の、ダイスを打ちするというわけで、こんな感じのね、装備構成で、スキルもう一度ね、見せておきます。ガード性の位置があれば、縦強化とガードポイントで、ガード性のレベル5まで持っていくことができるので、ガード性のレベル1つけといて、で、ガード強化レベル1つけて、ガードできないような攻撃でも、しっかりとガードができるように、なっておりまして、敵向けにレベル1もついてるので、マルチでも全然使えて、どこに持っていってもそこそこの火力が出せるよといった感じの装備構成です。で、お団子スキルなんだけど、短期催眠、砲撃、弱いの子になってます。弱いの子に必要ないよっていう場合は、KO 術なんかつけてもいいんじゃないかなと思います。それでは実践ね、主リオレース行ってみましょう。じゃあやっていくで。よいしょ。で、主レースなんですけども、初期値が11ということで、非常にめんどくさいところなんですけども、しっかりとビスマス鉱石取っていく。よいしょ。で、落ちるで、犬なんですけども、どっちもね、状態上攻撃アップと攻撃対、そして、メデュレとの、箱も出しています。よろしくお願いします。というわけでね、頑張っていきたいなと思います。でも最初なんですけども、こちらにね、ホムラ長がいるので、そこまでシュッと行ってあげて、でもこいつボーンって、怪力の種飲まなくていいですね。こいつがいるところやと。で、こうやって、これで黄色まで行くので、しっかりとガードしてから、縦強化、痛い、ダウンついて。この攻撃がちょっと鬱陶しくて、よいしょ。じゃあね、これ黄色まで持っていって、よいしょ。でもこれもね、黄色まで持っていって、どっかでちょっと使っときたいところ、じゃなくてない、痛い、ちょっとね、ちょっと私ね、ヌシレウスが少し、ヌシレウスも苦手なのでね、多めに見ていただいたらなと思います。さあやっていきましょう。OK。じゃあここでね、とりあえず一回、打っといて、129、いいダメージ。いいダメージということにしときましょう。ガードしていく。3連ブレスかな。いいですね。でもここでね、降りてくるので、入れていくというわけですよね。で、しっかりガード。いいね。ガード。よいしょ。ガードね、しっかりとね、使っていくことで、救われますというわけで、チャージアックスね、ガードしとけばなんとかなるので、よろしくお願いいたします。しっかりとガード。OK、ナイス。よいしょ。当たらないのは一番でかい。じゃあ、こういう感じでね、ズバッとね、チャージアックス、アックスホッパーの、いいところ入れていきたいなと思います。よろしくお願いします。というわけで、しっかりとガードして、熱そう。で、これは降ってくるやつ。ここでアックスホッパー。よいしょ。OK、ナイス。これでスタン取れたんで、これもう一回、アックスホッパー。というわけでね、しっかりとアックスホッパーを入れていくことができます。よいしょ。
で、もう一回ね、黄色まで持っていく。よいしょ。で、これでね、怒り、解除ダウンですね。こう入ったので、マックスホッパー。で、もう一回、で、縦攻撃でスタンチも稼いどく。よいしょ。ナイス。で、これでしっかりと、よいしょ。で、アックスホッパー。どっち行くかなこっち。じゃあそのままアックスホッパー。一回殴って、よいしょ。ガード。降りてくる。よいしょ、ガード。で、これね、強化状態終わったんで、どんな攻撃来る？ OK。ランサー本当に大事ですね。で、この攻撃、降りた時に突進来やすいんで、先行投げます。よいしょ。よいしょ。ヤクソパー。よいしょ。同じですね。うん。で、ガード。怖い。フロディが邪魔ですね、これね。怖い。よいしょ。移動かなじゃあね、自分たちもね、移動していきましょう。よいしょ。で、あまりね、投資高速があってもね、ぶっちゃけ緑なんで意味ないんですけど。まあ、どん使いね。まあ、黄色になったらね、もちろんね、ダメージ差があるので、あとね、これ、心眼ついてないんで、まあ、心眼ドンキっていうね、まあ、綺麗な並びあるんですけども、まあ、別に茶弱セットいらんかなっていう僕のね、個人的な思想からね、使いませんでしたというわけで、これはもうしっかりとノートをして走っていきます。では、まあ、こっちにね、レース君が行くので、こんな感じで追いかけて、アックスホッパー。ちょっと外れちゃったけど、まあ、いいかな。よいしょ。横にそれて、よいしょ。このアックスホッパー当てて、よいしょ。で、スタンも取って、一回殴って、こうね。こうやってね、ちょっとね、ちゃんと自分がどの攻撃与えるか数えてると、もうこんな感じでね、綺麗にアックスホッパー、便装填できるので、結構ね、便利です。というわけで、しっかりと横ステップでガード。ゴロンしちゃうとね、よいしょ。回避間に合わない。じゃあガード間に合わないんで気をつけてください。で、アックスホッパー。ナイス。で、これね、いいところね、アックスホッパーのいいところ。無駄な動作なく、こんな感じで顔に入れられることができますと。怖い。よいしょ。アックスホッパー入れていく。好きでかいんで、この攻撃、アックスホッパーしっかりと入れていきます。よいしょ。で、これガード。何が来るかな？それが来る。これが来るのは、まあ普通の着地が来やすいんで、痛い、避けたかったんですけども、しっかりと被弾していく。いやー、まあこの攻撃ね、結構受けにくいですよね。で、これはもうしっかりとケツに避けて、よいしょ。痛い。もう一回あれしときましょうか。当て強化。よいしょ。危ねえ。ちょっと回復もしたいところ。よいしょ。で、これは、先行投げて、よいしょ。回収。アックスホッパー。よいしょ。よいしょ。で、こうやって、もう一回アックスホッパー入れていくかな。よいしょ。あ、当たらない。どんまい。そういう時もある。ノートをして、危ねえ。よいしょ。これ3発殴った。もう一回ね、ダウンをね、しっかりと綺麗に取っていきたいんですけども、ちょっとやってほしい行動が来ないかな。アクソパー。もうそろそろ落ちひんか、これ。落ちる。で、オッケーオッケー、いい攻撃よ。いい攻撃というか、いいモーション。おーっと、アックソッパーってまあこれで終わると。ちょっと最後の方ね、ダウンが綺麗に取れなくて、まあ、下ってしまったんですけども、この感じと。いうことで、まあ、かなりね、アックスホッパーね、
初心者でも使いやすいので、ぜひね、アックスホッパー使ってみてください。一応ね、音もね、あれだけ見せてなかったんで、音も見せておきます。メイティブレート書くようかな。で、まあ、あとも全部一緒なんで、はい、よろしくお願いします。こんな感じね。あ、強力になってる。ちょっと、これ、随行とか、まあ、なんでもいいですね。なんでも強いです。犬最強よろしくお願いします。でね、もしね、会心運用とかなってくると、まあ、猫のね、あれもあると思うんですけども、まあ、攻撃力だけなんで、まあ、強化太鼓だけだと結構 1.05 倍、まあ、弱くはないんですけども、強化太鼓の 1.05 倍。まあ、犬の方が、まあ、しっかりと、いろいろしてくれるので楽かなと思います。そんなわけで、まあ、この動画がね、気に入った方、参考になった方は、ぜひともチャンネル登録と高評価をお願いいたします。じゃあ次の動画の配信でお会いいたしましょう。バイバイ。